20世紀の初め、1921年のこと、イギリスにて、ザ・オールド・ストレート・トラックという書籍が話題を呼びました。著者はアルフレッド・ワトキンスというアマチュアの考古学者。この著者の何が大きな注目を集めたかというと、それはレイラインの提唱にあります。レイライン、それは一体何なのか。簡単に言えば、聖地や遺跡などのランドマークは直線上に並んでいるというものです。この書籍で取り上げられているのは、イギリスにあるセントマイケルライン、聖ミカエルの線と呼ばれるレイラインです。イギリスに点在する遺跡群の中で、特に聖ミカエルに関係のある聖地が直線で結べることに、アルフレッドは注目したのです。これは、測量技術によるただの偶然の産物か、それとも何か超自然的なエネルギーに関わっているのか、それはわかりません。ただ、事実として直線上にこうして遺跡が並んでいるというのは面白い発見ですね。そしてこのレイラインですが、何もイギリスだけの話ではありません。日本にも数多くのレイラインが存在するのです。今回は、そんな日本のレイラインをいくつかご紹介していきたいと思います。最も一日の日の出の時間が長いとされる夏至。太陽というのは多くの宗教で特別な存在とされていることもあり、この日に祭りが開かれる国も多いとか。日本では三重県伊勢市の二見興玉神社における夏至祭以外に祭りを行っている神社やお寺はそう多くはありません。しかし、夏至が重要な日であるという認識は古くから存在しました。日本の神道、八百万の神々の頂点でもある太陽の神、天照大神。この神道において夏至は、天照が最も力を強める日だと考えられているのです。そんな夏至にまつわる日本のレイラインですが、武見和地を祭神とし、創建は神武天皇元年とも言われる東国随一の古社、鹿島神宮。一番気の集まる場所として選ばれた江戸城跡地である皇居。明治天皇と皇后をお祭りする明治神宮。世界屈指の霊峰とも言われる富士山。神道の中心地である伊勢神宮。修験道の総本山。金峰山寺がある吉野山。以前、ハテナ見聞録でもご紹介した徳島県の最高峰である剣山。天孫降臨の地とされる高千穂。画像の通り、日本でも屈指のパワースポットが偶然か必然か、直線上に並んでいるのです。近年では、この夏至のレイライン上に東京スカイツリーが竣工したことが話題になりましたね。それでは、次のレイラインを見てみましょう。夏至の日の出、日没が通る緯度線は 29.3 度、他にも冬至は 28.3 度と、異なる緯度線が存在しています。兵庫県淡路市の伊佐奈神宮では、その緯度線を総じて、日の道しるべと呼んでいます。では、このレイラインは何を結んでいるのでしょうか。それは、伊佐奈神宮をすべての中心とし、夏至の日の出の方角に諏訪大社が、日没の方角に出雲大社が存在するのです。また、冬至の日の出の方角には、熊野那智大社、日没の方角には、高千穂神社が、これらは、ピタリとピースを当てはめるかのように、正確に位置しています。すべての中心にある伊佐奈神宮は、伊佐奈と伊佐波が祀られている神社。この二柱は、国生み、神生みの神様であり、八百万の始祖とも言うべき存在です。加えて、先に述べた神社はすべて、日本でも特に力があるとされている神社になっています。夏至、冬至の緯度線に合わせ、ピタリと重なるレイライン。先述した夏至のレイラインも含め、由緒正しい場所が正確に配置されていると言われているのです。レイラインの中には芸術的な形を描くものもあります。中でも特徴的なものとして、機内の五芒星と仙台の六芒星が挙げられます。機内の五芒星は名の通り、機内に描かれる五芒星の形をしたレイラインです。では、五芒星のそれぞれの頂点に位置するシンボルは何か。それは、伊勢神宮、熊野本宮大社、伊佐奈神宮、
元伊勢、伊吹山です。頂点に位置する場所については諸説ありますが、戦術したレイラインと同様に歴史と格式を持つ聖地として知られており、まるで中央にある奈良の平城京を守るように配置されています。御坊勢といえば、陰陽師である安倍晴明の安倍晴明版としても有名で、陰陽五行説に基づいた魔除けの効果を持っているとされ、平城京を守るように巨大な結界が張られているようにも思えます。ただ、ご覧いただくとわかるように、この機内の御坊勢は逆御坊勢で結ばれています。御坊勢は守護に用いられるのに対し、上下を逆にした場合は相反する効果をもたらすと言われています。西洋などでは悪魔崇拝の象徴としても用いられるそうです。ただ日本においてはその限りではありません。諸説ありますが、御坊勢は守りきるための結界なのに対して逆御坊勢は真逆の効果を生じさせるもののため、対象に悪意がある場合にそれを弾き返すための結界とされています。また仙台の六芒星も仙台に綺麗な六芒星を描いています。この六芒星に関しては、あの有名な戦国武将伊達政宗が意図的に作ったのではないかとされています。というのも、六芒星の頂点にあたる神社や仏閣は政宗が建設を計画しているのです。六芒星は陰陽道における陰と陽、相対する力の調和を意味し、五芒星同様に魔除けの効果を持つ文様です。五芒星や六芒星、陰陽五行説については、また別の機会にご紹介できればと思います。ここまでいくつかの日本のレイラインをご紹介してきましたが、他にもまだ特徴的なものがあります。中でも特に面白いのが、平将門の結界でしょう。日本の三大怨霊の一人、平将門。平安時代に日本史上で初めて、天皇家とは違う血筋として親王を名乗り、新しい王朝を築いた人物です。朝廷に逆らった者として、将門は逆賊として晒し首になりました。ただ、首になっても将門は、自分の体を探しに京都から関東へと飛んでいったという伝説があります。その首の落下地点となったのが、東京大手町にある将門の首塚です。今まで何度か移設をしようとしたという話はありましたが、不慮の事故や死亡者が相次ぎ、今もなおそのままとなっています。江戸時代に徳川家康は、この首塚に結界を張ることを天海に託します。将門が信仰していた妙見菩薩が北方の守護神だったことから、北斗七星の形のレイラインになるように築きました。将門の怨念を封じようというより、利用しようという意図があったと言われます。時を経て、明治政府は逆に、この将門の怨念を封じ込めるようにして、この北斗七星の中心部分に重なるように、靖国神社を中心とした雑司ヶ谷霊園、谷中霊園、築地本願寺、青山霊園を結んだ四角形の結界を築きました。これにより、北斗七星の両端部分を寸断し、将門の怨念を封じ込めたそうです。また、レイラインではありませんが、山手線は鉄の結界であり、陰陽のマークになっているという話も有名ですね。いかがでしたか？レイラインの図を見たときに、少なからずこう感じた方もいるのではないでしょうか。レイラインを描けるように、各地にあるランドマークを選んでいるだけでは？ SNS では、都内にある某大手コーヒーチェーン店でも、五芒星のレイラインが描ける、なんて面白い考察が話題になっていたこともあるようですし、建物や神社仏閣が密集している日本ですから、レイラインに関しては否定的な意見が多いのも事実でしょう。しかし、レイライン上に見られるのは、いずれも日本を象徴するようなランドマークばかりです。日本は陰陽五行説に基づいて都市が作られるケースも少なくないようです。機内の五芒星、仙台の六芒星、あるいは今回触れていないレイラインも多くありますが、日本の長い繁栄を願い、脅威から身を守るために、これらのレイラインは形成されたと思うと、ロマンがありますね。果たして、
これらがただの偶然か、それとも意図的に聖地が連なっているのか、皆さんはどう思いますか？